この動画ではクリップボードの活用方法の基礎について説明します。まず、クリップボードというものがどういうものかを説明します。次に、クリップボードのコピー履歴の活用方法をご紹介し、最後にクリップボード管理アプリを具体的にいくつか紹介します。まず、クリップボードが何かについて説明をします。クリップボードというのは、コンピューターで一時的にデータを保存していくための領域です。普通、クリップボードは見えないメモリー領域としてコンピューターの中に存在します。コンピューターで何らかのデータをコピーしたとき、それはクリップボードに一旦保存されます。そして、いわゆるコピー&ペーストのペースト、貼り付けをするときには、データはクリップボードから取り出されて貼り付けられます。クリップボードには様々なデータを保存することができます。ちょっと疑似的にやってみましょう。例えばこれテキストファイルですね。これテキストだとしてください。でちょっとはみ出てますけれども。テキストをですね。はい、じゃあコピーしたと。そしたらそれが今クリップボードにこのように格納されているわけですね。で、次にペーストってなった時には、ペーストするとき、クリップボードからデータが呼び出されて、はい、このようにですね、ペーストが行われるということなんですね。別にテキストデータだけ以外にもですね、じゃあ例えばこれ普通のファイル、何かワードとかエクセルのですね、ファイル、はい、コピーしました、クリップボードに保存されました、ペーストはここから行われると。でペースト何回も押したらですね、このクリップボードに保存されているデータがこのように何回でもペーストされるということですね。他にも、普通のワードとかの Excel のファイル以外にもですね、写真ファイルなんかもいけるよと。はい。これがクリップボードと呼ばれる領域の機能なわけですね。次に、コピーの履歴を活用する方法をご紹介したいと思います。コピーの履歴というのは、すなわち、クリップボードに一時保存されてきたデータ、どういったデータが保存されてきたかの履歴、レコード、歴史なわけですね。で、このクリップボードのコピー履歴をですね、活用するっていうのは、特にテキストの編集作業で威力を発揮します。どういうことかと言いますと、例えば今、ABCDEF というテキストをコピーしたら、クリップボードにはこのように ABCDEF と入ってるわけですね。なので、こいつをコピーからペーストしますと、このように ABCDEF と出てくると。これは当たり前のことですね。で、今までに実は、このこんにちはとか絵文字でグッドとかですね、こんなんもコピーしてたと。で、この履歴っていうのは普通は見えないんですね。クリップボードに保存されるデータは一つだけなので、この履歴は見えない。もしこの履歴が見えたら、過去コピーしてきたこのデータをこのように呼び出すことができるわけですね。過去にコピーしてきたデータ。その場合は、またここが入れ替わってこうなりますけれども、今やったら。はい。このように過去にですね、どういうデータを保存してきたかっていうのの履歴が見えればですね、その履歴の中から、当然この ABCDEF もこの履歴の中におそらく入っていると。こういうことですね。はい。なので、2回、3回と2度出ますを防ぐことができる。繰り返してですね、過去のデータにすぐにアクセスすることができるわけですね。で、また、このテキストデータをですね、とにかく一旦全部保存しておきますと、コピーと保存しておきますと、クリップボードの履歴の中に残りますから、いわば瞬間的なバックアップにもなるわけです。とてもこの辺も便利ですね。最後にクリップボードの管理アプリを具体的にご紹介したいと思います。Windows ですとクリボーというのが有名です。これはちぐささんという方が開発されておられるフリーソフトでして、Windows といえばこちらですね、クリボーというのが有名です。無料で使えます。はい。こちらのウェブサイトからダウンロードできます。Mac の場合でしたら、これクリピーとお読みするんでしょうか。クリピーというのもオープンソースで配布されているフリーソフトです。こちらのウェブサイトからダウンロードできます。クリボもですね、クリピーも、Windows と Mac という違いはありますけれども、やることは同じです。クリップボードのですね、履歴をこのように取ってくれると。なので、過去のクリップボードにコピーしたデータにすぐに、テキストデータにですね、主にね、すぐにアクセスすることができるという点で便利です。一度使い始めると、クリップボード管理アプリはもうそれなしではやっていけないというぐらい便利ですので、ぜひご活用、ご利用ください。